あ、思ったより大きいかな。もっとコンパクトかと思ってた。19、17でしたっけ？ 19、17。17ですね。はい。この前乗った 400X と同じかな。もうね、もっと奥に寄せるんだったら21、18とかにしてくれれば確かに。ね、V ストロームがもうこういうのがある代わりにこっちはもっとオフ寄りそうですよね。けど、まあ、でも意外とオフいけるような。はい、よし。あと、これあれがついてるんですか？続きなんだっけ？ロー RPM アシスト。確かついてなかった。ついてない。これはついてないですね。ちゃんと乗ってないです。ごめんなさい。わかりました。あとは普通ですよね。ちょっとクラッチ離していくと回転上がるっていうのです。そうですね。メーターが、よいしょ。5って出ますね。で、レギュラー。レギュラーです。これタンク何リッターだ？ 12でした。12ですか？はい。V ストは17ぐらい入るんでしたっけ？ V ストはいっぱい入るよね、多分。そうですよね。 V ストローム250、タンク用17で、来週借りるのがこの子。来週借りたらこれと同じタイプで裏に箱ついてる。このタイプですね。はい。お客さんに指導高高いですよって言っちゃうと、それだけで立ちこぎする人もいる。確かに。はい。あーとかって言いながら。エンジンかけます。はい。お、これ握らないとかかんないんだ、鈴木は。いいよ。いや、静かや。めっちゃ静かや。いや、めっちゃ静かだな、やっぱ鈴木。身長164センチ。私の足つきはどう？ 835。おおおおおお。うん。おお、なるほどね。つかないわ。つかないけど、まあ僕は割とね、ありがたいこと足はついてしまう方なんですけど、つかないけど怖い感じは一切ないですね。で、ロー RP アシストついてないって言ってたけどな、どうなんだろう。これついてないのかね、わかんないけど。よし、じゃあお借りしましょう。じゃあ岡田さんお借りします。いらっしゃい。はい。はすみません、いつもありがとうございます。よいしょ。車来まーす。はい。はい。ありがとうございます。あれ、またウインカー出しちゃった。まあ足つかないけど、まあそんなに怖いことはないかな。軽いな。とにかく軽いわ。ああ、やっぱりこう曲がると背が高い感じがあるね。ああ、なるほどね。これ乗った瞬間の感じ、ファーストタッチってすげえ大事なんだけど、やっぱりね、この感じは限りなくオフ車ですね。さっきもね、岡田さん言ってたけど、どうせね、V ストロームと差別化するんだったらフロント21インチとか出しゃいいのにって言ってましたけど、確かにこんだけあれだったら、よいしょ、こんだけ背が高かったら21インチがいいね。オフ車の作りにしちゃえばよかったんだろうね、これね。おお、出てくるね君。出てくるね君。実はね、私 V スト乗ったことないんですよ。で、来週予約してます。どのくらい違うのかっていうのをね、確かめないといけないなと思うんですけど、ハンドルポジションはもうね、極めてナチュラル。広さは割と広いけど、広さはね、ニュートラル張りづれえなこれ。広さは広い、横幅はね。けど本当ナチュラルで、
で、シートのね、いいところって言っても割と細いんだよな、シートが。お尻痛くな、どうなんだろうな。お尻痛くなるかなっていう感じ。多分大丈夫でしょうけどね。痛くならなそうだけど。そんなに幅広のシートではない。まあ、そりゃそうだよね。スポーティーなオフロードもいけるよっていう車両だから。で、いいところに座った状態で、そうね、感じとしてはもうね、土直率ですね。前傾にもならないし、後傾にもなろうと思ってもなれないですね。言ってみれば、そんなにハンドル極めて近いってわけじゃないと思いますね、これは。で、今、何回か止まったけど、足つきが怖いと感じることは一切ないですね。どのくらいついてるかっていうと、両足だとどうかな、母子球かな、片足だともうちょっと土までに使えるところまではついてますね。そんなに怖いことはない。とにかく軽いです、車体が。シフトが素晴らしいね、これ。もうシフトがもうめちゃくちゃ素晴らしいわ。なんかスズキの SV 乗った時に、なんかスズキってなんか接続感ないっていうか、柔らかいんだよね。柔らかくて接続感ないのかなと思ったけど、これもね、柔らかいです、シフトは。ただ、ちゃんと接続感はあります。もしかしたらまだね、1000キロちょっとしか走ってない車体だからなのかもしれないけど、SV 乗った時の、なんか本当にこう、べちゃべちゃっとした感じではない、柔らかい感じではない、もうちょっと接続感がある感じですね。お尻、ちょっとね、今乗って一番気になるのは、クラッチも軽いし、アクセルも軽いし、ワイヤーだけど、でシフトもすごく良くて、リアブレーキもやっぱりオフ車的な感じのね、非常に効く。でとにかくね、エンジンがやっぱりこう元気ですよね。今、40キロで3速なんですけど、非常に元気です。なので、そんなに足つき164センチの僕でそんなに気になることがないから、今乗った感じでは全然何も気にならないです。ただ、もしかしたらケツかも。もしかしたらケツかも。少し後ろに座るとシートがちょっとこう滑り台になってるから、後ろに座れば座るほど前にこうずれるんですよね。で前にずれるとやっぱりちょっとお尻痛くなっちゃうから、いいとこに座ると、いいところは割とシートが細めと。オフ車ほどの細さではないんだけれども、いやこれはね、エンジンは素晴らしいですね。下がとにかく強い。ちょっと高速行って上が回るかどうかっていうのもね、確認しますけど、で今ミラーを直すというね、いつものルーティンとなってるんですけども、ミラーがよくねえな、これ。ミラーが歪んでんだ。ミラーの画像が良くないな。もうちょっとちゃんとしたって、これごめんなさいね、鈴木ファンの方。ミラーがこう、なんていうの、綺麗な鏡じゃないっていうか、沈んでるっていうかね、後ろ見えりゃいいんだろうけどね。いや、4速でね、40キロとかもあんだけバーっていくから、もしかしてローヒヤードなのかな。1万回転からレッドゾーン的な感じのセッティングなので、これを見てるとね、高速道路で100キロで、半分って書いてある5000回転ぐらいで巡航できればそんなに気にならないと思うけど、もうちょっと回っちゃうとなると、結構あれかな、ロンツでこうエンジンがバーって回ってる感じがするかもしれないけど、高速乗ってみないと分かんないからね、これから乗りますけどね。演奏した。そんな、でもさっきからエンストはしないと思うんだよな。ちょっとゆっくりつないでみようか。ほら、今これアクセル開けてないですからね。いやこれはね、軽いのもあって、エンジンパワーがね結構あるというところもよく噂では聞いてくる。噂じゃねえな、評価では聞いてくるので、いやすごいよ。3速で35キロでしょ。こんだけ加速していくから、力がないみたいなことは多分あんまり感じないと思うんだよね。ポジションもこれめっちゃいいわ。鈴木としては V ストロームの方をツアラー的な、オンロード用のアドベンチャーで、これはもうオフ寄りの
結構スポーツもできるよっていうガチのアドベンチャー的なところで考えてるんだと思うんですね。そうすると、こっちの方がスポーツ性能が高いのは確実に高いとは思うんですけども、あとはこのウィンドプロテクションとか、これもでも変えられるアフターパーツも多分たくさん出ると思うしね。それからロングツーリング行った時の高速道路の安定性だったりとか、それから快適性ですね。フロントが19インチなんで直進安定性は高いんです、絶対にこれは。だから高速道路で不安定みたいなことは絶対ないとは思うんですけれども、これはね高速道路編でレビューいたしますけれども、回転数が意外とこう高くなっちゃうと結構ね乗ってて疲れちゃうから、そこがどうかなっていうのもありますけどね。でも今ちょっとねファーストタッチから乗らせていただいて一番気になってんのがシートかな。足つきは僕はほとんど気にならないですけど、足がぺったりつかないと怖い症候群の人たちにしてみたら835っていうのは高い数字だし、実際に足がつま先しかつかないから、つま先、母子球ついてれば平気だけどね、一番力が入るところで粘れてるから平気だけど、それが怖い人にとっては多分ダメだと思う。それ全然怖くないので、僕は普通怖くないよね、片足つきゃいいんで別に。何の怖さもないよね。見えるかな。こんだけついてるんですよ。これもね足つき取り回しポジションチェックの方でやりますけど、確実につま先よりも土踏まずに近いところがついてるんですね。なので怖い感じはしないし、唯一僕が気になるのはお尻ですかね。お尻がちょっと痛くなりそうな雰囲気がしているということを踏まえて、これから高速に乗り、そう、ごめん、コーナー、さっき交差点とかねちょいちょい曲がったけど、僕ねこのフロントが大口径のバイク大好物なんですよ。操作性がだるくて、いい意味でですよ、いい意味でだるくて、こう切れ込んだりとか、自分の意思以上にこうバイクが倒れたりとかしないんですよ、こういうバイクって。だから大好物なんです。なんで交差点とか曲がった時も全く違和感何にもないです。本当にもうナチュラル。60キロで6速でも割と全然平気だね。でも60キロで3500回転ぐらいだから、100キロでもそんな回転数上がんないんじゃないかな。期待持てるねこれね、ほんとね。僕は個人的にスポーティーなバイクが好きなんで、ブイスト25よりも姿形とかはこっちの方が僕も好きですね。あとは長距離行った時の高速道路ですね、そこがどうなるかで、ブイストに関しては今ファーストタッチしてます。でこの動画はここからですね高速乗って、それからワインディング走って帰ってきてもう一回つなぎます。そんで多分今日300キロぐらい走るので、それでお尻が痛いのか、その他にこうネガな部分があるのかっていうのを全部伝えます。全部伝えますからね。なので一旦閉じるんですけど、この動画、この他に足つき取り回しチェック、それからワインディング、それから高速道路、それとこの動画4つに分かれてます。この4つ見てもらえば、この V ストローム SX に関しては全て分かると思うので、ちょっと一旦ね走行後に画面を切り替えたいと思います。それでは走行後。そうだ、現金払いだめんどくせえ。よいしょ。いやー、いつでもニコニコ現金払いはきついわ、バイクは。よし、行きますか。よし。はい、画面が切り替わりました。走行後です。
遅いですね、まず 287.8 キロ今走ってます。してこれ走行前にね、ファーストタッチで気になったことをお伝えしましたよね。お尻が痛くなりそうだというところですね。これをね、やっぱ最初に皆さん一番気になってるんじゃないかなと思うんで、お伝えしようと思います。V ストローム 250SX を購入しようかと考えていらっしゃる方、288キロ走りました。そして時間がですね、4時36分なんで、10時半ぐらいが乗ってるから、10時半、12時半、1時半、2時半、3時半、4時半、6時間、ほぼほぼ乗りっぱなし、乗ってます。さて、お尻がどうなったかと言いますと、微妙ですSX を購入希望で見ていただいている方たくさんいらっしゃると思いますが、微妙です。耐えられるといえば耐えられますが、耐えられない方も多いんではないでしょうか、このお尻の感じは。っていうのはね、これね、購入希望の方見たら分かると思うんですけど、実際こう見るとね、意外とこう座面が広いように見えるんだわ、パッと見はね。ただシートがこうあったら横がね、かなりこう台形状に削られてるんだわ。削られてるってことは、削られてない平らなところが座面になるんですよ。わかるかなこれ。こうすごくこう広く見えても、実際はこの台形の角から角のこの頂点の平らなところだけが座面なんですよ、お尻の。っていうことで言うと、座面はあまり広くないなとは思ってました。で、座った瞬間から、あらー、これちょっともしかしたら痛くなっちゃうかなって思ってたんですよね。ただ、救いはオフ車と違って、後ろに行けば行くほどこう広くなるじゃない。後ろのこのタンデムシートの角の部分、このくらいまで下がると非常に広い座面が待ってます。ただ、滑り台シートでちょっと前傾なんですよね。前のめりになります。なので、高速道路を少し前傾気味でお尻を後ろにずらして乗ってた場合にはお尻は痛くならないと思いますが、ただちょっと前の方に座って長い時間ちょっとこう一般道とか走ったりとかしてるとお尻は痛くなりますね。これはシート自体も最初に言ったようにそんなに、カチカチじゃないけど柔らかくてソフトな感じではないです。柔らかいの方なのかな、よくわかんないけど、マサチャンネル的にはね、そんなにこうすごい硬くは感じないんだけど、どうかな、普通なのかな。柔らかい、クロスカブほど柔らかくはないですね。ただカチカチかっていうわけじゃない。まあちょうどいいってちょうどいいのかな。とにかく座面が意外とそんな広くないっていうのは頭の片隅に置いてください。で、うまくシートの後ろ側の広いところを使える方は痛くならないんじゃないかなと思います。それからもう一つ、非常に素晴らしいポジションです。ハンドルも遠くもなく近くもなく、164センチの私で超直立です。なので素晴らしいポジション、ステップもね少し前気味で踏ん張りが効くし、すごくいいポジションです。だからこそですよ、これね、足つきポジションチェックのところでもお伝えしたんですが、骨盤が立てれない人はお尻痛くなっちゃいます。骨盤が立てれない人っていうのは、これね、全部足つきポジション取り回しチェックのところで説明してるので、そちらを見てください。要するに足つきが悪く感じる人です。シート高 835mm、 そんな低くはないです。ただ僕はですね、そんなに足つきはそんなに困らないんじゃないかなって思うんですね。このバイクに関しては軽いからね。母子球のもうちょっとこう土踏まず寄りぐらいのところが僕は足がついてるんですね。だから全然怖くないんですよ。ただ骨盤が立てれない人はつま先ちょんちょんです。多分そんなに足つきいいわけじゃないもん。それが証拠にですね、両足行くと結構つかないね。つま先の
母指球はつかないですね。つま先親指の腹というかそこがつくぐらいです。なので骨盤がしっかり立てれて直立の姿勢がきれいにできる方はお尻なんとか耐えられると思います。それと後ろがうまく使える人、シートの後ろの方を使える方はそんなにお尻痛くならないと思います。ただそうじゃない方はすげえこのバイクケツいてって思うバイクかもしれない。なので慣れっちゃ慣れだしいけるっちゃいけるし、マサチャンネルはこれが自分のバイクだとしたら多分慣れると思います。大丈夫じゃないかなという感じはします。そして次にね、きつい場所どこかなって考えると、これやっぱりね、まあ皆さんそうだと思いますけど、首、肩ですかね。これはね、ハンドルがね高いんだよ。割と高い位置にあって広いの。そうするとどうしてもね腕がね伸び気味になるんですよね。V ストまだ乗ってないから、 V スト25乗ってないから分かんないけど、 V スト25ってこう絞れてるじゃないですか。絞れてるから自然に肘が曲がるんじゃないかなと思うんですけど、この結構こうまっすぐなこのバーね、まっすぐじゃん。そうすると肘が割とこう張りやすい、こうまっすぐこうやってで、この姿勢で肘が伸びた状態でいるってことは割とね肩に負担がかかりますね。肩、首、肘がふってこう緩むとそうでもないんだけどね。なので首、肩ちょっときついなって思いました。ただまあそんなに気になんねえかな。これあえてネガな部分を絞り出してるからね。なんで絞り出してるかっていうと、いやーこのバイクすごいわ、ネガないよだってさ、発進しやすい、足つきはちょっとあれだけど、まあ、スリムに感じる軽い、クラッチはもうおもちゃみたい、アクセルワイヤーの割にはそんなに重くない、で高速巡航時静か、エンジンがうなってる感じもしない、100キロぐらい、110キロぐらいまでエンジンがうなってる感じしない。でこれウィンドプロテクションもうちょっと欲しい。あと10センチぐらい欲しいのはあります。高速巡航するんだらこれあと10センチ欲しいです。なので多分アフターパーツで出ると思いますから、それ使ってもらったらもう素晴らしいと思いますね。って考えたらネガな部分がないんだわなのでネガな部分絞り出したよ。シートと足つき、それから肩痛いよっていう、肩ちょっと凝るなみたいなねところを絞り出してみました。じゃあ最後にね、これ燃費報告をしたいと思います。あ、そうこれ鈴木社、このバイクの特性なのか、この個体のですよ、特性なのか、鈴木のバイクがこうなのか僕は分からないです。分かんないんですけど、今一足入ってますね。一足からニュートラルに入れるのがすごくこう硬くて、で割と重いからガチャンっつって 2に入っちゃうことが多い。ニュートラルがすごいこう慣れれば平気っていう問題じゃないと思う。結構こうガシャって2に入っちゃう。まあこの子の個体なのかな、なんだろうな、なんかちょっとシフトがすごくちょっとしっくりこないのと、ギア抜けしたんですよ。2回ね、コーナーの途中で1回ギア抜けしてるんですよ。2足でコーナー曲がってる時にこうふわーんって吹けて、でほーっていう感じ、まあ、スピードが普通に40キロとか出てたから別にギア抜けしても普通に曲がれるけど、別に攻めてるわけじゃないから、あれはびっくりした。でもう1個は発進から右に曲がって、U ターンみたいなこういう感じになった時に途中でガーって抜けたんですよ。でふわーんってなって、それは本当にもう怖かったっていうのが2回あったのと、ニュートラルに入りづらいっていう状況があります。で燃費報告を皆様にしたいと思うんですが、ここで悲しいお知らせがあります燃費を期待されている方、多分このバイク燃費いいと思うんだけど、今日高速道路長く乗って、しかも120キロとかでずっと走ったりとかしてるから燃費悪いです多分。だから、通常の燃費よりもちょっと悪く出ると思います。特に 250cc ぐらいのバイクだと顕著にそういう傾向出るんですよ。僕 XADV でもそういう傾向出たことあるんで、 XADV もね100キロぐらいで走ってるうちにはすげえ燃費いいんだけど、120とかで巡航しちゃうと一気に燃費悪くなるから。さあ入れてきます。あ、これはあれだね、中に
ワイヤーが入っててそれ以上入らない。タンク12リットルだそうです。よいしょー。普通にポコッとお下げですね。 OK です。では燃費を計算してみましょう。本日の走行距離が 292.2 キロ。ここまでね。あることの、さあ何リットル？ 8.01 ですね。は 36.49 です。それでもこんないいんだね。もうちょっと絶対でも40近くいくと思うんだよね。ずっと120で入ってきちゃったからね、高速道路なのでこれはあくまで最悪の数字じゃないかなと思います。高速の120キロ巡航の一番燃費が悪い状態だと思ってもらえばいいと思います。一般道はもっと絶対いいですからね。はい、というわけでですね、 V ストローム 250SX ファーストタッチ総評燃費報告とやってまいりました。来週ね V スト250を予約しているので、それと比べてですね、どういう用途で使い分けたらいいのかというところ、どういう人に向いているのかという動画をですね次回撮りたいと思います。ただこの V スト 250SX に関してはもうこれね、ごめんなさい、大好物です。私これはいいよ。これは本当にロンツ的な感じでも絶対活躍すると思うし、もう120キロまでの巡航だったら全然できちゃうしね、すごい苦しいっていうね感じがしないですよね。110から120になると結構頑張ってるような感じするけど、全然いけちゃうし、足つき、それからシートはほぼ問題ないでしょう。足つきだけだね。足つきがクリアできれば、気にならなければ素晴らしい相棒になる、車検のないねバイクが欲しい方は素晴らしい相棒になると思います。そしてですね、マサチャンネルはこの動画だけではございません。たくさん皆様のためになる動画アップしております。この後流れるチャンネル紹介動画をご覧になられてよろしければチャンネル登録お願いします。そして概要欄には足つき取り回しポジションチェック、それから高速道路、それからワインディング道路、そしてこのですねファーストタッチ総評燃費報告という4つの動画があります。それを見ればですね、全てわかる SX というところでございます。そしてですね、 Google 先生からのわずかな広告収入がですね、レンタルバイク等の資金になっておりまして、非常に助かっております。ぜひチャンネル登録をお願いいたします。それではマサチャンネルこれにてバイナリー。